1940年7月18日の早朝のことでした。領事館前に集まったユダヤ人たちの声が聞こえてきました。カーテンをそっと開けてみると、一体何人いるんだ。100人、いや200人近くいるんじゃないか。ポーランドから逃げてきたのか。ポーランドはすでにナチスドイツとソ連によって分割占領されていました。当時ヨーロッパではポーランドが最もユダヤ人の多く住む国でした。ナチスドイツが占領したポーランドでは労働力確保のために働ける人間は収容所に強制連行し、奴隷のように働かせ、労働力にならない老人や病人、子供などは虐殺するという残虐行為がすでに始まっていたんです。そんな中を命がけで脱出してきたのが今目の前にいる人たちでした。ともかくお話を伺いましょう。強制労働、このままでは彼らは殺されてしまう。なんとか助けられないか。だがあまりにも人数が多すぎる。私に一存で決められることではない。かといって本省に問い合わせたとしても、本気で助けたいならこのまま独断でビザを発給した方が、そんなことは許されない。思い上がるな。ここはもう間もなく閉鎖される。ここを出ていくのはお前の責任じゃない。日本とソビエトの命令なんか仕方ないじゃないか。中年、人としてはどうなんだ。今この私の目の前に助けを求めている。手を振り払うことができるのか。彼らにとってはこの私が最後の命綱なんだ。きれい事を言うな。国に逆らってビザを発給すれば私は職を失う。今までの努力が水の泡だ。貧乏学生の頃に逆戻りだ。幼い子供を3人もかけてどうやって生きていく。私は日本の外交官だ。まず日本の国益を考えなければ。国益？ナチスに尻尾を振りユダヤ人を見殺しにすることが果たして後の日本の国益にかなうことだろうか。我が国はもっと本当の誇りを持つべきではないのか。同盟は同盟、人道は人道じゃないか。正しいことはあくまで貫くべきなんだ。ナチを甘く見るな。この私だって見張られているだろう。ナチの鼻先で奴らが皆殺しにしようとしているユダヤ人を助けるということはどういうことか。危ない。殺されるかもしれない。子供たちだって。ひろき、千秋、春樹。私の青臭い正義感で子供たちの命を危険にさらすのか。だけどもしここでユダヤの人たちを見殺しにしてしまったら、きっと私は一生自分を責め、何十年にもわたって後悔し続けるだろう。耐えられない。切れられない。どうすればいいんだ。皆さん、今からビザを発給します。こうしてビザの発給作業が始まりました。時間がない。一枚でも多く発給したい。私は焦っていました。日本の外務省からもソ連の外務省からも退去命令が出ている。
どんなに腕が痛んでも、どんなに腕が疲れても休むわけにはいかない。一枚でも、なんとか一枚でも多く描き続けたかった。9月5日早朝、カウナス駅、ベルリンへ向かう国際列車を待つ間もビザを書き続けました。発車の目、待ってくれ。汽笛。走り出す汽車を追ってくる人に最後の一枚を手渡しました。許してください。もう私には書けない。ありがとうと皆が口々に言っています。なぜ渡せなかった人もいるのに。せめて一日でも早く、1時間でも早く決心してれば。